皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、石破総理とトランプ大統領の初めての首脳会談について解説します。まず最初に言っておかなければならないことは、政権に対する支持、不支持とは違い、一つ一つの政策や出来事について、私はそれぞれ個別に評価を行います。ですから、今回の日米首脳会談について言っても、そうした個別案件としての評価を行います。なぜ最初にこれを言わなければならないかというと、インターネット上では政権に対する支持、不支持をどちらかにした場合において、とにかく評価を100か0かどちらかにしかできない人たちがたくさんいて、それらの人たちは政策個別に評価したり、出来事一つ一つを個別に評価すると、お前はあの時政権を批判していたじゃないか、今回は褒めるのかといった具合にして、あたかも頭がおかしい人かのような扱いをすることがあります。こうした超極端な意見というのは、物事を冷静に見ることができない非常に危険な状態だと私は思います。さて、そのことを前振りとして述べた上で、今回の日米首脳会談について言えば、失敗か成功か、この両極端で評価をした場合においては、成功の部類に入ります。先ほども述べたような0か100かどちらかといったような考え方をしている人たちにしてみれば、政権を支持しないんだからもうひたすら重箱の隅をつついて、椅子の座り方が悪いだであるとか、政府専用機から降りるときにポケットに手を突っ込んでいるとは何事だみたいな形で、とにかく首脳会談のその主要項目とは全く関係のないところで、あたかもそれで全てが台無しになったかのような話をしている人たちがいます。日米首脳会談で大事なのは、それぞれの議題について日米でどれだけ共存共栄できる項目を作り上げるかです。そうした意味で今回の日米首脳会談では様々な点で良い点がありました。まず第一に、トランプ大統領はバイデン大統領から代わって様々な政策変更を発表しています。その政策変更が様々あるからこそ、何が変わって何が変わっていないか、継続される政策は何なのかといったことを一つ一つ丁寧に確認していく必要があります。まず第一に、変わらない戦略、インド太平洋戦略、対中国戦略を考えた場合において、地球を俯瞰した外交は非常に重要です。安倍総理時代から続いてくるこの基本戦略をトランプ大統領も今後の基本戦略として日米で共有することを発表しました。この考え方には例えば石破総理がアジア版 NATO を作りたいなであるとか、ちょっと脇道にそれようとした時期もありました。しかし、石破総理自身も今回のトランプ大統領との首脳会談に向けて自分自身をある程度修正した面があります。国内の政敵としての発言としては、安倍総理に対する自民党内での野党として批判的な言論を繰り返していた石破氏なわけですが、総理になってからは結局のところ大きな戦略については安倍総理の構想を継承し、そしてトランプ氏との間における共通政策についてもこれを認める形を取ったわけです。首脳会談の場に出ることのできなくなった安倍氏については、石破氏自身も日米関係の非常に重要な絆を作った人として発言していますし、またトランプ氏もまた安倍首相の名前を出して彼の死を悼み、そして現在の関係に生かされていることを述べています。安全保障の面で言えば、尖閣諸島に対する言及もしっかりと確保しました。日米同盟のこの安全保障体制下において、尖閣諸島もまたアメリカも関与する防衛圏内に入っていることを明言しました。このことに関してはトランプ政権の閣僚の間でも同様の発言が行われています。しかし、トランプ政権の性質の一つとして、閣僚が何を言ったとしても最終的に誰の意見が最も強いかといえば、それはトランプ大統領の言葉です。首脳会談の場でしっかりとトランプ大統領の公式な声明として安全保障体制に揺るぎがないことを表明させることは非常に重要なのです。また、トランプ大統領が大きく変えてきた政策の一つがエネルギー政策です。バイデン政権下における環境重視政策といったものを一旦取りやめて、トランプ大統領は掘って掘りまくれ。アメリカのエネルギー資源をもっと開発し、アメリカ自身のエネルギー価格を減少させ、世界における有力な輸出商品化といったことも考えています。今回、石破総理はアメリカとの間におけるエネルギー資源開発についても
共同歩調を取ることを表明し、アメリカ産の天然ガスを輸入することについても話がまとまろうとしています。さらに、アラスカにおけるエネルギー資源の開発についても共同開発の話が前進しそうです。現在の日本の大きな問題として、原油であれば中東に極端に依存している問題があります。距離として遠い中東情勢について日本人がもっと気をつけなければならないのは、中東に対するエネルギー依存度が高すぎるからです。中東で大きな動乱が起これば、それは世界的なエネルギー価格の上昇だけではなく、日本の場合であれば、長期契約している原油が一時的にでも供給がストップすることになれば大きな混乱に見舞われるからです。アメリカからの輸入を増やすことは基本的には調達先の多角化というリスクの分散にもつながります。また、アメリカが供給サイドとしてもっともっと掘って多くの量を国際市場に出すようになれば、全体のエネルギー価格の高騰に歯止めをかけることもできます。また、日本の場合であれば、アメリカから多くの天然ガスを輸入するようになれば、少なくともロシアとの間におけるエネルギー資源の貿易に断ち切れる要素といったものも生まれてきます。また、政権が変わったことによって、ちょっとアメリカ側の対応も変わってきたことがあります。それは、日本製鉄による US スチール買収案件です。バイデン政権下においては、全米鉄鋼労組などからの突き上げなどもあり、US スチールの買収に完全に拒否の姿勢を示しました。しかし、今回トランプ大統領は、買収という形ではちょっとなという部分については変わらないのですが、投資という新しい枠組みで考えを見直せば、まだまだ交渉の余地はあるとして、完全に拒絶する姿勢からは、だいぶ緩和する方向へと舵を切りました。トランプ大統領はアメリカの産業界に対する日本からの投資については大歓迎だという話をしていますから、そのストーリーにこの US スチールの話も載せてきたわけです。ただし詳細については現在のところ判明はしていないので、買収ではないとしたら、経営権を握らない程度の大株主ぐらいまでの出資を許すのかどうかといったような話かと思われます。そして、これらの話について、なんだそんな話かといったような表現をする方もおられます。事前にある程度想定されていた話以上にはなかったじゃないかという形で、極端に評価を下げる人がいるのですが、この無難な感じでまとまっていること、それ自体が現在のトランプ外交においては非常に珍しいものとなっています。例えば、今トランプ氏がカナダやメキシコに対しては不法移民と麻薬の流入などに対してしっかりとこれを食い止めろというような話から 25% 関税といった問題を発生させています。それに比べれば現在の日本に対するトランプ大統領の発言としては関税はかけるだろう。しかしそれは 25% というようなものすごい高いものは現在のところ言及はされていません。トランプ氏は世界中に一律に 10% 程度かけたいという話をしていて、その枠内から日本が飛び出るような言動は今のところしていません。デンマークに対して自治領であるグリーンランドをアメリカに購入させようといった話もしていますし、パナマに対しても同様に中国の影響を完全に排除しないのであれば、パナマ運河をアメリカに返還せよといった話などもしています。これら他の国に対する外交と比べれば、今回の日米首脳会談におけるトランプ大統領の日本への当たりというのは明らかに当たりは強くないというのが客観的な評価でしょう。ただ、こうした初めての日米首脳会談についてトランプ大統領がそれほど強く当たってこなかったというのはあくまでも現時点の出来事であり、今後どうなるかについては当然のようにこれからも警戒していかなければなりません。トランプ大統領はかつて安倍首相との間で取り交わされた日本の防衛力をもっと上げるんだというような要求について岸田政権下でもそれが継続的に取り組まれ、現在では防衛費が大幅に上がろうとしていることなどを評価しています。しかしそれに伴ってアメリカの軍事兵器などをもっと日本が購入すべきだという話をしていますし、同様にして日米の貿易関係においてもアメリカの貿易赤字をゼロにしたいぐらいな感じで、ものすごい購入量を増やせという話もしています。その流れの中で天然ガスを大量に日本も買えばいいというような話をしているので、実際どこまで天然ガスを買うのか、結構そこも注目です。何しろ、とにかくトランプ大統領としては貿易赤字を減らしたいという思いから天然ガスを売る話になっているので、単価がやたら高ければそれは大きな問題となります。エネルギーの調達先を増やし、しかもそれがアメリカというのであれば、それ自体は
評価すべきことなのですが、やたらめったら高ければそこもまた外交の悩みの種となります。そして、今回の日米首脳会談における成功の立役者となったのは、残念ながら今はこの世を去った安倍晋三元首相のトランプ氏の考えに対する影響力が未だに残っている部分があり、それをうまく外務省や安倍昭恵氏などのトランプ大統領とのつながりからのアドバイスを受け、今回の石破首相はかなり背中を押してもらってうまく話が進んだように見えます。こうした自分の力とは違うところでの助けというものはどこまでも期待できるものではありませんから、今後はいかにして石破氏自身がトランプ氏との間における個人的な信頼関係を築けるか、そこが今後の外交関係にも影響を与えることとなります。会談が行われる前の段階においては、全く2人の反りが合わず、無茶苦茶な話になるかもしれないという不安があっただけに、今回日本に対し厳しい条件が突きつけられなかったという、そうした会談で話を収めたのは私は良かったと思っています。特にトランプ大統領が不規則発言を繰り返して大問題になるようなこともなかったわけなので、この点も良かったでしょう。トランプ大統領の側近の人物では、時々こうしたトランプ大統領の突発的な発言に大慌てするものです。イスラエルのガザ地区をアメリカの所有物としてパレスチナ人をもうどこか別の場所に一回住んでもらったらいいじゃないかみたいな話をし始めた時は、それこそ側近の人たちがトランプ大統領一体何を言っているんだと、もうびっくり仰天といったような顔をしていましたし、また隣国カナダのトルドー首相に対して関税 25% プラスアルファ、もうアメリカの州になればいいじゃないかという話についても、これが冗談ではなく本気だぞというような話をしているなど、ちょっと次元の違うレベルで危なっかしい外交が繰り返されているのが現状です。そうした比べるものがある状態における今回の日米首脳会談は、明らかにそれらに比べれば危険な発言といったものがない穏当なものに収まったのです。あとは石破首相が今回の成功にあぐらをかかず、外交も忘れずやってほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこれを機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと、情報の整理整頓に役立ったなと思われる方はスーパーチャットもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。